にちは、羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。前回の動画、閲覧注意、羽生結弦池散らかしベスト10、ブライディングライツと結弦羽生のすごい瞬間集では、実は私、このチャンネルのプレミアム配信に初めて参加しました。このプレミアム配信は、あらかじめ設定した時間になると自動的にね始まるっていう YouTube の機能なんですが、これが結構楽しいものなんですね。私は設定時間が来たらそのまま動画が開始されるって思ってたんですが、動画がすぐに始まるわけではなく、なんとカウントダウンが始まりまして、自分が作った動画なのである程度内容は分かってるとはいえ、ワクワク感がね、すごくありましたね。かなり。それに、配信終了までは、視聴者同士でコメントのやり取りができるので、通常のコメントとは違う、リアルタイムでのやり取りができます。私はね、それが楽しかったですね。皆さんの反応がコメントで分かったりしましたので、今後タイミングがあった方は、ぜひね、このプレミアム配信にご参加くださいね。見に来てね。OK。何をしますか？今日はですね、前回の動画池散らかしベスト10でノックアウトされた方が大勢いるかなって思うので、皆さんが安心して視聴できる動画にしようと思いました。料理番組見るのはすごい好きなんですよ、ちっちゃい頃から。羽生選手すいません、今日は料理番組じゃないんです。ちょっとスポーツ新聞で振り返る2021年世界国別対抗戦っていうテーマでやっていきますね。なるほど。 OK。 このチャンネルでは羽生結弦選手やフィギュアスケートの話題について発信しています。かわいい羽生結弦、かっこいい羽生結弦、演技の深掘り、グッズ紹介など様々な視点でお話をしています。羽生結弦選手が気になってしょうがないっていう方、フィギュアスケートのいろいろな話題を知りたいっていう方は、ぜひチャンネル登録をしてフィギュアスケートライフを一緒に楽しんでいただければと思います。 OK。 では早速見ていきましょう。はい。今回ご紹介するのはスポーツ報知の2021年4月16日、17日、18日、19日、そして東京中日スポーツの4月19日の5部です。私、実はこの新聞をね、買うまでスポーツ新聞を買ったことがなかったんですよ。新聞は綺麗で大きくて、いいんですけど、どうやってね、取っておいたらいいかっていうのがちょっと迷ってしまうところがありまして、それにその日に買いに行くっていうのがね、結構大変だったりしますよね。買いに行く暇ないっていうことが、実は多かったりします。でも今回羽生結弦セットっていう羽生結弦選手が大きく特集されている日の新聞がセットになっていたので、いいかなと思ってネットで購入してみました。同じタイミングで東京中日スポーツの羽生選手がデカデカと載った日の新聞もネットで買えたので、ついでに買ってみたんですね。スポーツ報知の羽生結弦セットは確か送料込みで2000円弱ぐらいだったかなって思います。東京中日スポーツは一部送料込みで390円でした。スポーツ報知の羽生結弦セットには、どこに羽生結弦がいるよっていう A4 の紙ですね、この右側のこれが入っていて、親切だなって思いましたね。かなり。では4月16日からめくっていきましょう。お、出てきた。白黒の部分なので一覧には書いてなかったのかな。機械体操の内村選手の記事が一緒に書かれていますね。内村選手は4大会連続オリンピック出場を目指して鉄棒の H 難度ブレッド・シュナイダーを
演技構成に入れています。羽生選手は 4A に挑む中で、内村さんが H 難度を決めていることも刺激になったと語りました。でそれを知った内村選手も、常に現状に満足しないでやっていることが似ている。羽生選手は僕から刺激をもらったとおっしゃっていましたけど、僕もすごく刺激をもらっていると答えています。で、ここに書かれたショートプログラムのインタビューです。まずショートプログラムを振り返ってという質問に対して、羽生選手は、自分が一番貢献できることは自分の演技にしっかりと入り込んで自分のペースでやることだと思っている。今日は本当に最後の最後まで宇野選手と共に力を借りて滑らせていただいた。世界選手権前の東北の地震について、アイスリンク仙台はひび割れだったり、3.11 の時に被害を受けていた壁がまた崩れたりとか、至る所に 3.11 のような傷跡があった。アイスリンク仙台さんの特別な配慮をいただいて、すぐにではなかったが、1日はできなかったが、その次の日から特別に補修工事をしながら滑らせていただくことができた。そうなんですね。で、明日のフリーに向けてという質問に対して、羽生選手は、今度こそフリーでしっかり戦い抜きたい。このプログラムに重ねている自分の人生みたいなものをしっかりと戦い抜きたいなというふうに思うとコメントしています。でね、このショートの感想で村隆人の目ではこれですね。世界選手権のショートプログラムよりも演技全体に勢いがあり、躍動感のある印象のプログラムでした。ジャンプの安定感は世界選手権よりも良く、体の動きについても昨年12月の全日本選手権よりも軽さがあるように見えましたと書かれてますね。内村選手の記事の隣に羽生選手の記事っていうのは、新聞ならではですよね。ということでめくっていきます。ここでテレ版のページですね。どれどれ。フィギュアスケートやってたよね。載ってる。羽生結弦の文字が2箇所もあります。これだけでちょっとね嬉しくなってしまいますね。もう一度確認。こんなことして普段気分を上げているフィギエモンです。おっしゃ。ここで話題になったガッキーの初大河ドラマの話題ですね。ちょっとシンクロでびっくりです。大河ドラマにガッキー、その裏がこの羽生選手のページです。世界の羽生ってね、これタイトルいいですよね。フィニッシュで膝をついたまま羽生は日本チームに向かって V サインを送った。直前に滑った宇野の点数が聞こえてきた。翔馬はきつかったと思うんですけど、ここのリンクに力を置いてくれたと思うので、彼の力とか魂とかそういうものを受け取りながら頑張れた。サルコーとトーループを初めてこのプログラムでは試合で綺麗に決めることができたので成長しているなと思えている。最後のトリプルアクセルは着氷で前傾になりながらなんとか耐えた。ショートではとりあえず貢献できたと思うと答えた。コロナ禍での最終戦出場の背景にはスポンサーへの思いもあった。3月の世界選手権を終え、ストックホルムから所属先のアナ便で帰国した。本当に誰も乗っていなくて、空港に人がいなくて、以前は賑わっていたゲートは静まり返っていた。海外の人にはゴーストタウンと言われてるんですよ。そう寂しそうに口にしたスタッフたちから、力をもらえましたとの言葉をもらった。何かしらの力になれるんじゃないか。複雑な気持ちもあるが、今回は出てもいいのかなと決断したことを打ち明けていた。
ショートプログラム首位で挑んだ世界選手権はフリー4位で銅メダルだった。悔しさみたいなものは少なからずあって、リベンジしたいっていう気持ちも少なからずある。その気持ちも認めて、今日のように自分が成長したなと思えるような演技をできるように自分に集中したい。今季最後の天と地とを仲間と共に戦い抜くって書いてありますね。羽生選手が国別に出たのは自らの意思が改めてね確認できたので、それはすごく嬉しいですよね。あとは世界選手権のリベンジをしたいっていうね闘志もここでは記事で感じられるので、そこも良かったなって私は思いましたね。このお写真もなんだか嬉しそうで、それがね見ていて幸せな気分になります。世界の羽生っていうのもねほんといいですよね。では次に4月17日を見ていきましょう。はい。今足元羽生がちら見えしましたね。ではじゃん。天地様のお出ましです。これは1ページ分ですね。この写真は雑誌キス&クライにも掲載されていましたね。なかなか凛々しいお顔の写真です。羽生選手に聞くって書いてありますね。読んでみます。フリーを終えて悔しい気持ちはもちろんあるが、世界選手権を終えて2週間は隔離で普通の生活ではなかったですし、よくやったって言ってあげたいような内容で、誰かの光にと言っていたがどんな大会になりましたかという質問に対して、みんなが光だったなって思う。点数を見て苦しかったんだろうけど頑張ったんだろうなっていうことをチームメイトの演技から感じて、それがある意味導きの光のようにすごく強い力をくれた。私ねこれすごいなって思いました。だっていい演技ではなくてもそこからすごく強い力をもらってるんですよ。それって選手の声にならない思いみたいなものをリンクに感じていて、それを力に変えていってるんだっていうことなんですよね。いろんなところにいろんなパワーがあって、でそれをちゃんと受け止めて自分のパワーにしているっていうところは、私もねこう見習っていきたいななんて思いましたね。でトリプルアクセルの失敗が続いていたという質問に対して、すごくショックを受けていたというか悔しかった。トリプルアクセルというジャンプに対してすごく申し訳ない気持ちでいた。世界選手権の記憶もかぶったが、力を感じることなく非常にスムーズに軸に入って高さもあるいいジャンプ。今できる自分のベストのトリプルアクセルで今季を終えてということに対して、もちろん今シーズン初めの全日本選手権のようなフリーがしたかった。世界選手権後体調が良かったわけではなかった。ストレスもあったり疲れもあったりお腹も壊したり、いろんなことがあった中でちょっと不運なミスだったなとは思うが、最後の最後までこのプログラムに寄り添って滑れた。でここにはこんなことも書いてあります。3月の世界選手権後2週間の隔離期間は体調を崩すなど厳しい調整が迫られた。食事も思うように取れない時期があった。それでも懸命に滑り上げた。皆さんの鼓動だとか呼吸だとか祈りとか、そういうものを感じながら滑ることができた。ある意味満足している。今季最後の天と地とに意味を込めたっていうふうにあります。これを読むと体調を崩していたっていうのは思ったよりも深刻な問題だったんだなって読み取れますね。羽生選手はいつでも素晴らしい演技と調整をしていますけど、私たちが思っているよりも悪い体調の中から最高レベルに持っていく神業をね
こう見えないところでたくさんしているのかもしれないですよね。で、またしてもテレ版に羽生結弦の文字を発見してプチ上がりしておきましょう。はい。OK。ってことで、次は4月18日の新聞を開いていきますね。この日はどんなのかな。出てきた。そっか、この日は4回転アクセルに挑んだ日でしたね。毎日ニュースに事欠かない羽生選手っていうのがわかりますね。挑戦12度ってあります。そっか、12回挑んだんですね。タイトル、試合並みの気迫ですよ。すごいね。読みますね。悔しそうだけど楽しそうでもあった。羽生の一挙手一投足に4回転アクセルにかける強い思いがあふれていた。45分間の練習の終了間際、リンク外周を滑りながら叫んだ。決めようよ。自らを鼓舞して挑んだ最後のトライは転倒。天を仰ぎ右足を叩いた。試合直後の疲れた体での日本初公開に観客からは大きな拍手が送られた。16日のフリー後に来季の目標に掲げた4回転半が揃った完成された演技へ早くも踏み出した。リンクインと同時に気迫をみなぎらせた。3分でジャージを脱ぎ捨て、すぐに鮮やかな4回転を決めた。開始10分、アクセルの軌道を確認し始めたあたりで心拍数は一気に上がる。やるのか。会場に緊張感が張り詰めた。羽生は練習でジャンプのイメージを膨らませる際に回転と同じ数を表情でくるくると回る。4回転と半分を回った。この日の練習メニューのアナウンスだった。恐怖心を振り切り高く舞った。空中で思い切り体を回転させた。転倒時のドスンという衝撃音に観客から悲鳴が上がった。体を打ちつけては何度だって立ち上がった。両膝をつき額を氷に当てて悔しさをあらわにした。ピョンチャン五輪で連覇を果たした直後に唯一のモチベーションと言い切った。4回転アクセルのために生きていると口にしたこともあった。空中で回転が抜けたのを除いて6度すべて転倒だったが、夢の大技に挑む姿に喜怒哀楽が詰まっていた。 OK。 羽生の国別対抗戦フリー翌日の挑戦メモって書いてあって、まず2015年4月18日のエキシビジョンの練習で試合での成功例がなかった4回転ループを着氷。19日のエキシビジョンでも決めた。そして2016年17年シーズンの初戦オータムクラシックショートプログラムで史上初の成功者に。そして2017年4月22日のエキシビジョン練習で4回転ルッツを試みた。挑戦8本を決めて着氷で両手をついた9本で打ち切った。試合では2017年18年シーズンのショートプログラムグランプリシリーズロシア杯フリーで初めて挑み成功したっていうことなんですけど、羽生選手体調悪い中挑んだ試合なのに4回転アクセルやったのは、毎回国別後に新ジャンプを挑んで成功させてきたっていうね、なんかジンクスがあったのかもしれないですよね。全て成功させているあたり本当にすごいとしか言いようがないんですが、やるって決めた力が強いんだなって思いましたね。4回転アクセルも必ず決められると思います。だってそのために生きてるんだからね。自分のフィギュアスケートはこういうものだよっていうものを見せたい、強くなりたいとかじゃなくて勝ちたいとかじゃなくて自分のフィギュアスケートを競技としてやりたいなっていうふうに思ってます。そういうことなんですね。私は本当のところ危険な 4A の練習よりも池散らかしを極めている方が安心ではあります。
でも羽生選手にとって現役を続ける意味っていうのが 4A という前人未到のジャンプを入れたプログラム、そしてプログラムの中でジャンプをも芸術にするっていうのが羽生選手の美学なんだなって思いましたね。確かに完璧な 4A を入れた天と地とが見れたら、これはねやばいことになりそうですよね。見てみろよ。 OK。 では4月19日のスポーツ報知、これ最後ですね。こちら見ていきましょう。はい、野球ですね。次めくれない。じゃん。うわー、なんだか美しい色合いですね。これ載ってますね。19日はもう一つすごいのがある日ですから楽しみですよね。羽生の滑る意義って書いてあります。確かにこの流れだと意義っていうのがね大事になってきますよね。感謝と限界に挑み続ける姿で希望の光に。本当その通りだわ。よくわかってますね。こういう選手って今まで誰もいなかったですよね。やっぱりそれがみんな気になっちゃう理由なのかなって思うんです。羽生選手の言葉のある部分を読んでいきますね。17歳で初出場し銅メダルを手にした震災翌年の12年ニースの世界選手権が浮かんだ。あの時は若くて被災地代表は嫌だって、日本代表で自分の力で取った派遣なんだから被災地代表って言われたくないっていう気持ちもあったと正直な思いを口にしながら続けた。最終的に感謝の気持ちがすごく出てきた。僕が応援している立場じゃなくて応援されているんだと。そういったものがまた今回感じられた。自分は滑っていいのかなと。自分が滑ることによって何か意味をちゃんと見出していけば、それは自分が存在していい証なのかな。17日の練習では来季投入を目指している4回転半ジャンプに挑んだ。試合の場所でやることに意義があるかなと。また一人で練習することになると思うので、刺激があるすごく上手な選手がいる中でやった方がイメージも固まりやすいと意図を説明したということですね。このこと知ってはいたんですが、ちょっとした言葉遣いの違いで意味もねちょっとずつ変わってくる感じがしますね。国別後すでに一人で練習する可能性がかなり高いっていうことが分かってた発言かなって思いました。それから国別が始まる前は誰かの光になればと羽生選手は言って始まったんですが、最後応援されていることを感じて終わるっていうね、やっぱり国別に出てそこから得たものがたくさんあったっていうことですね。ありがとうございました。じゃあお目当てのページまでめくっていきますね。なんか見えた。はい、目玉のページが出てきました。やっぱり1枚丸々使ったカラー印刷は見応えありますね。これは余計な言葉が全くなくて本当に美しい。譲る羽生としか書いてないですね。こうしてアップで見てみるとやっぱり胸板が厚くなったっていうのがよくわかりますね。昔は横から見るとすっごい薄かったっていうかでも今はこの厚みですからね。はい。じゃあこれと同じサイズの東京中日スポーツの紙面も出してみましょう。中日スポーツが4月19日ですね。最初の1枚、裏表が羽生選手オンリーになってます。まず裏面を見てみましょう。こちら池散らかし感が出てるレッドミエンターテイン U が大きい写真として採用されてますね。天地様はちょっとちっちゃいお写真です。そしてこの裏が
花は咲くのこの大判ですね。ちょうどお花を差し出している美しい場面です。じゃあせっかくなので花は咲くを2枚並べてみましょう。じゃん、圧巻ですね。とにかく大きい羽生結弦ポスターのようなサイズで同じ花は咲くが2枚、結構ねいい感じですね。ここまで綺麗な大きい羽生選手の写真、折り目がなくなったらさぞ美しいだろうなって思います。で、アイロンで綺麗になるって私聞いたんで、ちょっとやってみようと思います。 OK。 プロのサイトを見たんですが、霧吹きをかけてたのでアイロンのスチームをそこまで熱くしないでちょっとオンにしてみますね。直接だと怖いので裏からアイロン当ててきます。こんな感じ。どんな感じになったかな。ちょっと折り目が残ってますね。怖いけど表からアイロンを当ててみます。仕上がりはこんな感じ。ちょっと折れ目は残っていますが、アイロンをする前よりは綺麗になったかなって感じですね。ちょうどいい大きさの額縁を買ったら本格的にシワを伸ばして羽生結弦ルームを作っていこうかななんて考えてます。新聞を買っている方はぜひね、どんな風に活用されてるのかね、教えてくださいね。 OK。 いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。池散らかしベスト10とは打って変わって安心して見れる動画だったのではないかと思います今日はスポーツ新聞の記事と写真で世界国別対抗戦を振り返ってきました。私は国別のエキシビジョンを生観戦してテレビももちろん全て見て雑誌の記事も、ほとんどね読んではいるんですが、こうやって通しで見ていくとまた違うものが見えてきた気がしました。あなたが気がついたことなどぜひコメントしてくださいね。ということで今日はこの辺で、次回はなんととある羽生選手にちなんだ場所にロケに行ってきた様子をお届けする予定です。きっとこの場所を予想できる人はいないだろうな。本当に？はい、だからぜひ楽しみにしていてくださいね。羽生選手が見たらきっと笑ってくれると思いますので、この動画が良かった、また見たいっていう方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後にクワッドアクセルに挑みながらのプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。Check the mic and make sure it sound right, boys. フィギエモンでした。さよなら。大好きなので